皆さん、こんにちは。藤井です。このチャンネルは日本語の勉強をしている人へ向けたチャンネルです。皆さん、お元気ですか？日本はだんだん暖かくなってきて、過ごしやすい季節になってきました。春ですね。春は私が一番好きな季節なんです。過ごしやすいし、たくさん魅力があるので、旅行にもおすすめの季節です。ということで、今日はそんな日本の春のリアルについてお話ししていこうと思います。はい。まず、日本の春といえば桜ですよね。日本人の桜に対する熱気は本当にすごいです。3月になると天気予報の後に必ず桜開花予想というコーナーが始まります。開花っていうのは漢字の通り花が咲くという意味です。東京は何月何日に咲きます。京都は何日ですと、まるで大事件のように毎日ニュースで流れるんです。毎年東京だと3月の終わりから4月の初めぐらいに桜が咲きます。そして桜が咲いたら絶対にやるのがお花見です。皆さんはお花見と聞いて何を想像しますか？綺麗に咲いた花を静かに眺めるというイメージがあるかもしれませんが、実際の日本のお花見はもっと賑やかで楽しいイベントです。桜の見える場所に大きなシートを引いて、みんなでお弁当を食べたり、お酒を飲んだりします。公園とかでやっている人が多いですね。日本は道端でも公園でもお酒が飲めちゃうので、結構酔っ払っている人がたくさんいます。そしてお花見で必ずと言っていいほど必要になることがあります。それは場所取りです。どこでお花見をするかにもよりますが、人気の公園とかだと朝早くから場所取りしないとお花見ができないことがあります。以前友達と公園にお花見に行った時に、普通に12時ぐらいに公園に着いたら、もうシートを引く場所がなくて、全然桜の見えない場所でサンドイッチを食べた思い出があります。そう。だから、いい場所でお花見をするには、朝早くから場所取りをしないといけないんですね。会社の人とお花見をするときは、場所取りのために新入社員が朝から公園で待機するなんていうこともあります。あと、桜は昼間だけじゃなくて夜も楽しめるんですよね。夜にはライトアップされた夜桜が楽しめます。昼に見る桜とはまた別の雰囲気の桜を見ることができます。はい。じゃあここから春の食べ物についてお話ししていこうと思います。正直、春は秋とかに比べると代表的な食べ物は少ない気がします。でも、春にはやっぱり桜味の商品がたくさん出てきます。スーパーやコンビニにも桜味の飲み物とか、パンとか、お菓子とかがたくさん並んでいます。あとは、スターバックスも
毎年桜味のドリンクを出していますしね。もう皆さん思うことがあると思います。桜味って何って思いますよね。桜食べたことあるのって。桜味は桜の葉っぱを塩漬けにした時に出てくる香りなんだそうです。だから咲いている桜の匂いを嗅いでも桜味のような香りはしないんです。桜味の代表的な食べ物といえば桜餅があります。桜餅は桜色のお餅であんこを包んで、それをさらに桜の葉っぱで巻いた和菓子です。個人的にはあまり桜味が好きじゃないので、おすすめの商品とかはないんですが、気になる人はぜひ食べてみてください。あとね、春はいちごの季節でもあります。日本のいちごはすごくたくさん種類があります。300種類ぐらいあるそうです。多すぎですよね。旬は冬の終わりから春の初めまでで、甘くて大粒なブランドが人気です。最近はいちご狩りといって、ビニールハウスで自分でいちごを摘んで、その場で食べ放題というアクティビティも人気です。私も先月やってきたんですけど、すごい楽しかったです。制限時間40分で3種類の品種のいちごが食べ放題でした。私は20個ぐらい食べて限界だったんですけど、友達はもっと食べていました。春に日本に来るならぜひ体験してほしいことの一つです。次に日本の社会的なシステムについてお話しします。ここが海外と大きく違うポイントです。皆さんの国では学校や会社の新学期、新年度は何月に始まりますか？日本は4月がスタートです。4月になると学校では入学式が行われ、会社では入社式が行われます。私は誕生日が4月の初めの方なので、まだみんなと仲良くなる前に誕生日が来て、みんな知らないから祝ってもらえなくて、ちょっと寂しいなぁと思っていました。日本では3月は別れの季節、4月は新しい出会いの季節ですね。あと、やっぱり日本の春といえば避けて通れないのが花粉です。世界中で花粉は飛んでいると思うんですけど、日本には杉やヒノキという木がたくさんあって、春になると花粉が大量に飛びます。その花粉が原因で目が痒くなったり、鼻水が出たりする症状を花粉症と言います。日本人の約4割が花粉症だと言われていて、この時期多くの人がマスクやメガネをしています。私は花粉症じゃないんですけど、友達とか会社の人は花粉症に悩まされている人がたくさんいます。ということで、今日は日本の春についてお話ししました。いかがでしたでしょうか？日本の春は
桜の美しさだけでなく、新しい生活の始まり、限定のグルメ、そして花粉症との戦いまで、本当に盛りだくさんな季節です。春はやっぱり気温がちょうどいいので、外でお散歩したりするだけでもいい気分になりますし、お洋服も可愛いので好きな季節ですね。皆さんの国の春はどんな感じですか？コメントで教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。